こんにちは、上野ありさです。今日はですね、前回なのかな、ちょっとビデオの順番がどうなってるかわかんないのであれなんですけど、そうクレンズをね、人生初めてやって、でそれに対しての感想だったり、もう実際良かったのか、やって良かったと思うのかとか、そういった部分とか、あとどのくらいの何日目がきつかったとかいうのを振り返りながらお話ししていきたいなと思います。まずちょっと今なんか息が切れてんだけど、今回はイエス東京っていうところのジュースで私はクレンズをしたんだけど、1日8本飲むのね。でお腹空かないんですかとかで、私1日のクレンズも今までしたことなくて、夜ご飯置き換えぐらいとかはやったことあるけど、もうそんなガチなクレンズはしたことがなくて、それこそ宿便を出すっていうことも何の話みたいな感じだったんだけど、今回はちゃんとカウンセリングも受けて、いろいろ必要なこととかをたくさん情報をいただいてやったので、自分の知識もすごく増えたし、皆さんにも共有できることがあるんじゃないかなと思ってビデオを回してるんですけど、まず1日8本飲んでて、で私のはこのくらいのやつなんだけど、でそのねジュースにでクレンズって安くないじゃん。5日間のクレンズが40本で4万円ぐらいだから、1本1000円ぐらいのジュースなんだけど、そんなに安いものじゃないし、ただなんだろう、私からするとコスパめっちゃいいじゃんと思って、でも若い子たちにはあんまりね、その野菜がいくらっていう概念があんまりないかもしれないんだけど、逆に私の年齢の方とかはあ、そうなんだって思うかもしれないけど、1本のジュースに 600g 分の、果物だったり野菜が、生のねものが全部入ってるの。そう考えると 600g の野菜って今野菜高いからだからそう考えると1000円なんだみたいな。それでそんだけ、しかも料理するサラダとか洗ってどうのっていうのもしないで、それだけ野菜とかいろんな体にいいものが取り入れられるって、バランスよくすごいお得じゃんって私は結構、もう私の価値観なんだけどっていう風に思ってて、で今回やってすごい良かったなって思ったのは、まず正直本当に私自分がクレンズできると思わなくて、ジュースだけで過ごすなんて絶対無理って思ってたんだけど、今回やってみて1日目でそのジュース、1日目が多分超大事だと思うので、1日さジュースだけでチートしないで過ごしたら、もう昨日やったからやるしかねえっていう気持ちになるわけで、2日目でチートするってことが多分もう頭をよぎんなくなるから、もう1日目だけしっかり頑張ってほしくて、で好転反応でなんか気分が悪くなったり頭が痛くなったりする人がいるって言うんだけど、私は1日目がちょっとだけ頭痛くなって、それが好転反応で痛くなった、クレンズで痛くなったのかっていうのはちょっとわからないんだけど、ちょっとだけ体がだるくなったのが夕方ぐらいかな、1日目の。でそっからは全く調子もよくって、むしろ運動とかもあまりしちゃいけないと思うんだけど軽めな運動とかはできるぐらいだったので、結構体の調子はすごく良くて、あとクレンズ中の空腹感なんだけど、1日目2日目はやっぱ脳による空腹感がビデオでもお伝えしたんだけどすごくって、なんか食べ物みたいな、もう食べ物ばっかりにアンテナが張っちゃって、やっぱ食べちゃダメっていう風に体にてか頭で考えちゃってるからそうなんだけど、1日目2日目がそれがきつくて、けど3日目からはあんまりもうそういうことも思わなくて、逆にもう終わりへのカウントダウン、4日だったからっていうのもあるけど、あとは何日だ、あとちょっと頑張ればっていうような感じになったので、食べ物っていうのはすぐ終わりました。でグーグーお腹が鳴る方の空腹感、体の部分での空腹感っていうのは結構あります。で私はそれが苦手じゃないタイプだから、お腹がグーグーしてるのが我慢できないってことはあんまなくて、それよりも脳の方で我慢できないタイプだから、お腹がグーグー鳴っても全然平気なタイプなんだけど、ただお腹がグーグー鳴ったらジュースを飲む。そうするとある程度満たされて、でもやっぱ腹持ちが良くないから、また1時間とかちょっと1時間2時間ぐらいしたらまたお腹グーみたいな感じになるんだけど、それも気持ちいいというか、なんかお腹が本当に体に答えを入れてないからお腹減ってるみたいな感じで、あんまり私はそこは気にはなりませんでした。でクレンズ中はそんな感じかな。でその後のやっぱ回復食で結構私は気づきがすごく多くて、でクレンズ中にもうね、朝起きても目覚めがいいとかは正直あんまり感じなかったんだけど、
朝起きた時に体が全く重くないのね。で顔とかも全然むくんでない。それをね取ればよかったんだけど、朝もうジュースだけだしいいかとか思って、自分がむくんでないっていうことに気づいてなくて、それを取ってなかったんだけど、その回復食初日の日にすっきり大根で宿便を出して、その後夜ビーガンのバーガーの中身と、野菜スープとか飲んだんだけど、でもビーガンのやつのが外食っていうかさ、テイクアウトだったから結構味が濃くって、ちょっと食べただけでうわ味濃みたいな、それまでバクバク食べてたお店のものだったんだけど、味濃くて無理だわと思って、もうちょっとでやめたのに、もう次の日がもう顔がパンパンで足も重いし、もう体がすっごくだるくて。だって植物性のものだよ、肉とかが入ってたりとかさするわけじゃないのに、体がすっごく重くて、それで気づいて、それの今まではさ、そのクレンズをやる前はそれが普通だったわけで、朝顔むくんでるの当たり前、体重いの当たり前で、あんまり体は重いけどそんなに気にしてなかったのに、その4日間だけそれをやったことによってすっごいびっくりしたの。こんなんなんだって思って、それで結構いろいろ考え方とかが変わって、であとその回復食はこれしか食べちゃダメっていうのをいろいろいただくんだけど、その中にいろんな知識もあるし、例えばグルテンは良くないってとか、なんだろう、そういうので自分でなんでだろうと思って、私は結構調べるタイプだから、自分で調べるとこういう体に良くないことが起きるんだとか、いろいろ、でもそれはさ、なんだろう、捉え方っていうかライフスタイルだと思うし、人によって違うと思うんだけど、それであと植物性のものしか回復食の時に取らないんだけど、だから胃も小さくなってるし、植物性のものしかそれで取らない。4日か5日ぐらいかな。私 2週間お肉は抜いてて、乳製品も12日間魚乳製品も12日間抜いてて、でそれを食べたからって体がちょっとバグってるなみたいな風にはもはやもう感じなくなっちゃったんだけど、そのね回復食の次の日の朝の体の重さで結構私は全て変わって、考え方が。でもちろんそのグルテンとかも食べてるし今、ただなんだろう、今まではグルテンフリーとか何みたいな感じだったんだけど、なんか自分がこの機会で調べたことによっていろんな考え方が変わって、わざわざ全部の原材料を見るわけじゃないけど、こんなにいろんなものに小麦粉って使われてるんだとか、そういうのもすごい勉強になったし、学びがすごく多くて、なんだろう、そもそもあと私はダイエット目的でやったわけではなかったから、そのクレンズ、体の中をきれいにして一回リセットして、胃とか腸への負担を一回なくしてあげようっていう意味でやったから、まさに目標達成できて、ですごいむくみも取れて顔もすっきりしたとかみんなにも言われるし、ダイエットに関してはマックス 2.3 キロ落ちたけど、すぐにまた1キロ戻って、で結局また回復食の時に戻ったんだけど、肉とか食べたらまた減ったりとか、なんかその太ってる状態を体が記憶してるから戻そうとしちゃって、だけどそこで植物性のものを取る、ちょっとこれ忘れちゃったけど、適度に肉も取りつつ植物性のものを食べる日とか分けたりしてやってて、だからすごいね、なんだろう、体重は結局だから2キロ減りましたね。でもこの私2キロここずっと前後してたの。ちょっと食べなきゃこういくし、ちょっと食べたらこういくしみたいな、この2キロのここからここになってこっちを最近キープできてるなっていうだけなので、別に大きな変化とは感じなくって、ダイエット目的でやるなら、そういう目的でやるような食事プランとか組んだ方がいいのかなと思うけど、もっと体をきれいにするっていうことを目的でやるものだから、そもそもクレンズって。だから、そういう意識ちょっと変えたいなとか、私はこの1回で驚くほど変わったのね。別にだから食生活が変わるとかは、そんなにストイックにやってないけど、考え方とかがすごく変わって、あとすごい良かったのが、その大根の時にすごい離乳食になるぐらいよく噛まなきゃいけない。で回復食ももしよく噛んでっていう風に言われてて、でクレンズが原因なのか、よく噛んでるのが原因なのか、植物性のものを取ってるからなのか分かんないけど、すっごくお通じが良くなったのね。もともと悪くないんだけど、ここね半年ぐらいちょっとお通じが いつもより2日に1回とかで、絶対毎日出てたのに、あれ2日出てないとか
がたまにあるようになってきてて、30のこれは節目なのかな、わかんないけど、だから、それがなんか毎日すごいスッキリだし、あとよく噛むっていうことを言って食べるのが本当に早くて、彼よりも早いし、大体もうコースとか出てきた瞬間になくなっちゃうみたいな感じぐらいすっごい食べるのが早くて、全然噛まない人だったんだけど、もうこうやって噛むことを最近結構習慣づけられてるから。でもやっぱ頭で噛まなきゃって思わないとまだ忘れちゃう時とかあるんだけど、だからそれはすごい私にとってはすごい大きな変化だったかも。そんな感じかな、私の感想としては。もしクレンズやってみたいな、でも高いなとか思う人も多分多いと思うんだけど、野菜が1本に 600g で8本でしょ。 600×8 は 4.8kg 分の野菜や果物を1日で取れるって考えると、どうしよう、計算間違ってたら合ってるよね。そうって考えたらすごくそんなに高いものでもないと思うし、1回だけやってマインドを変えたいけど、やっぱりどうしても食べちゃうとか、どうしてもあんまり気にしようと思っても気にできないとか、そういう人はちょっとやってみるといいんじゃないかなと思います。で、スッキリは結構やみつきになるから、宿便じゃなくって、そのクレンズ中の朝のスッキリとか、その時は気づかなかったけど、今なら絶対もう一回やったら気づけると思う、そのスッキリさにって思うから、またね、近々私はクレンズやろうと思ってて、でしかもマジで余裕だったので、私本当にそういうことできないタイプで、友達とかにも聞かれるから、すごいみんなに答えてるんだけど、私できたからみんなできるよって思うのね。で、そうだから、で私あと彼を巻き込んでやれたのもすごい良かったなと思ってて、多分一緒に住んでるから、もし彼が普通にご飯とか食べてたら匂いで多分もう挫折しちゃってたんだけど、匂いが発するものが家に何もなかったから、それが結構救いだったのもあるかもしれない。もうぶっちゃけきつくなかった。後になったからそう思うのかなって思うけど、意外と余裕で結構びっくりして、なんでもっと早くやらなかったんだろうって思ったし、だから、1ヶ月に一度とは言わないけど、あと女の子は生理中は避けないといけないから、生理が終わってから準備食を始めるとかの方が多分いいので、そうだね、 2,3 ヶ月後にはもう一発やりたいなと思ってます。なので、はい、そんな感じで今日はこれでまとめられたのかな、必要な情報を言えたかわかんないけど、多分気になってる子もいたと思うので、こういう、ジュースクレンズについての私のパーソナルな感想のビデオをお送りしました。はい、というわけで今日も見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもお願いします。他にももしリクエストとかあったら、ちょっと自粛期間終わっちゃってビデオを撮る回数が結構減ってきちゃってるので、ぜひリクエストもお待ちしてます。というわけで、見てくれてありがとうございました。バイバーイ。